今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。突然ですが、皆さんは日本人は英語が苦手という話を聞いたことがありますか？実際日本人の中にも英語は読めるけど話せない、学校で何年も勉強したのに会話ができないという人がたくさんいます。実は私自身もそうでした。今日はなぜ多くの日本人が英語を話すのが苦手なのか、そして私自身がどのように英語を学んできたのかについてお話ししたいと思います。まず一つ目の理由は日本の英語教育です。日本では長い間読むこと、書くこと、文法、テストが中心でした。もちろん基礎知識はとても大切です。実際学生時代どれぐらい英語を勉強していたかというと、1週間の、授業のうち多分英語の授業は合計で15クラスぐらいあったんじゃないかなって思います。そして毎日のように小テストで英単語を、アウトプットさせられました。ただ実際に英語で会話をする機会はあまり多くありませんでした。授業の中で英語を話す機会っていうのは時々先生に当てられた時にあるかなというぐらいで、基本的にはあんまり喋らないかな。でも確かにシャドーイング、なんだろCD のね声に合わせてみんなでシャドーイングすることはありました。ただそれがねすごく自分の身になっているかというとそうでもなかったような気がしますね。それから英会話の授業もあったんですけど、だいたい1週間に1回、そしてすごくね意味があるかと言われるとそんなにないかなっていう。授業もね45分ぐらいですし、ネイティブの先生と1対1で話せるわけではないので、そんなにねやっぱり話す機会が多くなかったように思います。そのため英文は読めるのに話せないっていう人は結構多いんじゃないかなって思います。そして2つ目の理由は間違えることへの恐怖です。日本では学校でも、社会でも間違えないことが重視される傾向にあります。だから英語を話すときも発音が変だったらどうしようとか、文法を間違えたら恥ずかしい、そういうふうに考えてしまう人は少なくありません。私もその一人でした。多分ネイティブスピーカーの人って私も日本語を喋ってる時に必ずしも完璧な文法じゃないって後から思ったりすることがあるんですね。ただねすごくナチュラルな話し方って結構そういうもんじゃないかなって思うんですよ。必ずしも完璧な文法で話さなきゃいけないわけではなく、結果的に文章が壊れていたとしても、通じるケースはとても多いですね。はい。ただ日本人で英語を学習するにあたっては完璧な英語を話さなきゃいけないっていう気持ちがすごく強いので、はい。すごく強いのかなって思います。
学生時代ね、私は一度だけ外国の方に英語で道を聞かれたことがありました。今でも覚えているんですが、その時は顔から火が出るほど恥ずかしかったです。英語が全くわからなかったわけではありません。でも、正しい英語を話せているのかなと、心配する気持ち以上に、周りの人に自分のへんてこな英語を聞かれているのではないかとね、その恥ずかしさの方がずっと大きかったのを覚えています。今振り返ると、相手は私の文法の間違いなんて気にしていなかったと思います。ただ道を知りたかっただけだと思います。それでも当時の私は英語を話すことそのものに大きな緊張を感じていました。そしてこうした気持ちは実は多くの日本人が経験していることなのではないかと思います。そして3つ目は発音です。多くの日本人は子供の頃から日本語中心の環境で育ちます。また英語の授業でさえネイティブの先生が少ないので、いわゆるジャパングリッシュしか学ぶことができないという現実があります。そのためね、英語特有の音を聞き分けたり、発音したりすることが難しく感じることがあります。あとは純粋にネイティブっぽい発音をするのがちょっと恥ずかしいっていうこともありますね。特に R と L とか TH の発音はちょっと日本語では普段しないような口の形になるので、それをするのがちょっと恥ずかしい気持ちがなぜかありました。はい、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、そんなね、私にとって大きな転機になったのは、社会人になってからアメリカへの3ヶ月間の滞在でした。アメリカでは、毎日英語を聞き、毎日英語を話そうとしました。もちろん最初は全然聞き取れませんでした。何度も聞き返しましたし、分かってないのに分かったふりをしてうなずいていました。その中でその3ヶ月の間では、多少ねリスニング能力っていうのは鍛えられたんですが、それでも自分の言いたいことを言えていないっていうことが顕在化したんですね。そこで帰国後にやっぱり英語をちゃんと話せるようになりたいと思って英会話を始めることに決めました。実は当時何人かのフォロワーさんが定期的にビデオ通話に付き合ってくれました。ほぼ毎日2時間から3時間ほど英語で会話をしていた時期がありました。多分それを2ヶ月くらい続けると少しずつ聞き取れる量が増え、英語を話すことへの恐怖も減っていきました。この経験から私は文法や単語を覚えることはとても大切なことですが、実際に会話をすることが本当に重要だと思ったんです。ただね、ここで一つ問題があります。やっぱね、会話相手を探すこと自体は意外と難しいと思います。よくね、ツアーで、海外から来たお客様を接客するときに、日本語を独学で勉強しているんだけど、話し相手がいないっていう人が多いですね。はい。私の場合は英語学習をサポートしたいと言ってくれていたフォロワーさんがいたので、ありがたいことに見つけることができました。ただ、通常 SNS でそういった人を見つけることは難しいですね。また、世の中には言語交換アプリという選択肢もありますが、もちろん楽しい出会いはありますが、相手の目的が違ったり、
予定が合わなかったり、数日で連絡が途絶えてしまったりすることもあるかなと思います。また必ずしも相手は、忍耐強く皆さんが日本語で話すのを待ってくれるわけではないかもしれません。そのため真剣に語学を勉強したい人にとって継続的に練習できる環境を見つけるのは簡単ではありません。そこで今日は愛登記を紹介したいと思います。皆さんの中にももうすでに使っているという方やサービスを知っているという方もいると思いますが、愛登記は世界中のネイティブ講師とマンツーマンでオンラインレッスンが受けられるオンライン語学学習のサービスです。私が特にいいなと思ったのは、自分の目的に合わせてレッスンをカスタマイズできるところです。例えば旅行のために語学を学びたい人、仕事で、その言語を使いたい人、趣味としてその言語を勉強したい人など、それぞれに合ったレッスンを見つけることができます。さらに iTalki では150以上の言語に対応していて、世界中からなんと3万人以上の講師が登録されています。条件を絞って先生を探すこともできますし、初心者の方であれば自分の母語を話せる先生を見つけることもできます。先生たちもとてもサポートが丁寧なので、間違いを恐れずに話し始められる環境を作ってくれています。やっぱり語学学習では実際に会話練習することが本当に大切だと思います。ネイティブの先生方と話すことでリスニング、発音、会話力を効率よく伸ばすことができるんじゃないかなと思います。あとね、もう一ついいなと思った点があります。それは iTalki はサブスクリプション制ではなく、受けたいレッスンごとに支払うシステムになっていることです。なので自分のペースで学習を続けることができます。仕事で忙しい人や学生さん、旅行中の方でも自分のスケジュールに合わせてレッスンを予約できるのも魅力的だなと思います。So it's nice to meet you. So my name is Amanda, and since this is our first lesson or a trial lesson, I definitely want to hear you speak as much as possible. And we can just start with an introduction. Tell me about yourself. Okay, so hi, my name is Yuriko, and I was born and raised in Japan. Uh, so I'm 28 years old, and my hobby is taking picture of train and travel abroad. And I have one cat, and I like cooking. So I used to work as accountant, but Mm. now I'm full-time creator. I just focus on making Oh, content. that's amazing. Okay, okay. So And so where are you living now? Are you still living in Japan? yes, do you know Kamakura? No? Yes, Oh, yes. I really? haven't. Yes, I haven't been though. I haven't been to Kamakura. Oh, actually, have I been? I don't think I've been, but there might have been a field trip I've gone on. Maybe, possibly. Is Kamakura? Is that the place with the giant Buddha Yes. statue? Yeah. Yes, I have been. I've been one time. Can I introduce him? Oh, I can't see. It's blurry. Oh, is it a girl or a boy? Boy. Hi. Oh, so cute. Oh my gosh. Ah. She's watching you. He Or he's he's watching you. Monchi. Mochi, that's his name? Monchi. Yes. That's so cute. I love that name. Okay, okay. So, how long have you been studying English seriously? Honestly, I studied English seriously when I was
students, like a middle student and high school student. Hmm. But after that, I quit running. Then, but 2 years ago, Okay. And don't mind me, I'm making notes about some of about some of your errors, just so that at the end of the class, I'm able to give you a more concrete explanation of where I think you need work. It's just to help me remember. Okay, so don't worry, don't mind me at all. Okay, wow, that's amazing. So as far as your goals now, what are your short-term and long-term goals for learning English? Yeah, I want to talk more natural and also, yeah, I think sometimes because of my vocabulary, um, Mm, sometimes I cannot understand. So also, I think I can listen, but sometimes I cannot speak like that. So you can't respond. yeah, Respond. so I want to be like a native speaker. I got married with a American man. Oh, you Yeah, got married to an American man. Oh, I okay. got married to American men. Mhm. So their family are American people. So sometimes Mm, when we met, I really want to talk, but I cannot talk because of like mm, expression or yeah. Actually, a lot of my students, they are in the same situation where their partner is American or only speaks English rather than another common language. And so they want to perfect their skills or sometimes to even speak to their children. Ah, So, I see. yeah, so I've seen this situation a lot, and it's definitely something you want to work on just to assure your partner, Mm. that this communication will work out. Yeah, that's amazing. Okay. So um, that would be your long-term goal. Long-term goal would be speak more fluently, right? Yeah. So what's your short-term goal? Because we should always have something more obtainable, something that's just close, close enough to obtain quickly. Ah, If you don't have one, that's okay. That's okay. But I highly encourage my suggestion, my recommendation is that you think of a short-term goal, maybe for the month or maybe 3 months, mm, because sometimes it can be discouraging when you have such a big goal like speak more fluently. That's so big and it's going to take a long time to achieve. So when you have one win, like in within a month, makes you more excited. Oh, I succeeded. Now next goal, I succeeded. So that's my recommendation is ah, absolutely mm. come up with a short-term goal. And yeah, yeah. 必ず理解できないときは必ず日本語で説明してあげます。だから必ず。大丈夫です。ありがとうね。Okay. Okay, just make sure. Okay. Yeah, But but yeah. I've never thinking about short-term goal. So Mm. yeah, this is new realization for me. Yeah, absolutely. I used to not make long-term goals and I became disappointed. So this is my suggestion to all my students. Absolutely. Do you have any upcoming events with your partner's family? Do you have any upcoming events? So we are planning to have a wedding ceremony in US in October. Ooh, congratulations. Thank you. But we basically lived in Japan. So my parents in a row, they they are planning almost everything. But sometimes Mhm. I I felt a little bit bad because yeah, because You're they relying on them a yeah, lot. yeah, yes, exactly. Well, we should rely on our parents, right? They can rely on us too eventually. Really. Also, everything are very different between Japanese wedding and Western and American wedding.
Yes, absolutely. Have you already decided on your dress? No yet. So I needed to Not be, yet? yes. Would you consider yourself a planner or very last minute kind of person? Ah, that's a good question. I want to be planner, but sometimes, We did almost on the deadline. You know what I mean? I started Yeah. something before, but My last question is, so does your husband speak Japanese? How is the communication between you two? uh, he studied Japanese as well, so we can communicate half Japanese, half English. Oh, that's great. That's amazing. That's amazing. Well, is there anything else you'd like to ask before we wrap up the class? Nope. So, So much. so some things. So as we finish up these last 4 minutes, I want to give you some of my suggestions and some of my critiques about your English. So, based on your writing and your experience, I thought maybe your level was in the B2 to C2 range, but I actually believe it's just a little bit lower than that when it comes to speaking. You have some grammar mistakes that are very very easy to fix, but very important. So, for example, using the correct particles with certain verbs or using the correct verbal phrases. So, for example, you said, he asked to. So, when we use the word asked, it always has to be person, asked, person, to. Does that make sense? Yeah. So, different phrases like those are slow, very minimal mistakes and easy to fix, but they are important. I would highly recommend working on verbal phrases. Have you heard of verbal phrases? No. So I have a particular list, and I have a flashcard. It's free. You can use it whenever you want. And it has nothing to do with italki, but I can send that to you after to work on verbal phrases to help you with more natural phrasing. Because sometimes in English, we have a word, but we actually use a phrase instead in everyday speech. And that happens very often. Let me share my screen with you really quick. One moment. Okay, I have them in different categories, but these are definitely all the verbal phrases that you need to be able to communicate in an advanced or intermediate to advanced level. These are very important. And I think that these are missing from your vocabulary. So for example, when talking, what about, have you heard of come across, came across? Can you use that phrase? So these are very, very important. I think your English definitely needs these. Any questions or concerns? Yeah, especially like a verbal phrase. Verbal phrase. Verbal phrases. Yeah. Yes. Maybe I definitely learn verbal phrases. Yeah. Absolutely. I will send you a link. It's to Quizlet. Have you ever heard of Quizlet? No. It's a free app, and it's where people make flashcards for themselves or they share flashcards. So I make flashcards for my students, and I make them for whatever they need. If they say, Amanda, I need flashcards because I have an interview next week, please make flashcards, then I make them flashcards. So I will send them to you. Really? I'll send them to you. Thank you so much. You are very kind. Yeah, no problem. No problem. So, thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。本当にお疲れ様です。はい、お疲れ様です。今回私自身も実際にitalkiのレッスンを受けてみました。英語で会話をしてみたのですが、やっぱりね、実際に話す時間を作ることが上達への一番の近道なんだなと改めて感じました。先生もね、とても優しくて、間違いを恐れずに話せる環境を作ってくれましたね。はい。
もし皆さんの中で、英語、日本語、または他の言語を勉強していて、もっと会話練習をしたいと思っている人がいたら、ぜひチェックしてみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。そして登録する際は、私のプロモーションコード、ゆりこを使ってください。ただしね、割引は先着50名限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてください。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんは日本語学習で苦労した経験はありますか？そしてどんな風に会話の練習をしているか、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。